では、Ruby コミッター vs ワールドということで、セッション開始させていただきます。恒例ですね。恒例で、ライト上げてもらっていいでしょうか。はい。このようにですね、たくさんの、Ruby コミッターの方を壇上にお招きしてですね、激しい意見を戦わせてもらえればなというふうに思っております。はい、クックパッドの、笹田でございます。あと、クックパッドフルタイムコミッター、遠藤さんがおりまして、この二人が、サポートをしながら、今回、進めさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。いいですか？クックパッドのブース3階にありますからね。分かってますかね。はい。はい。で、コミッターのですね、コミッターってどんどん増えてるんですね。で、アカウント数が100増えたらしくて、100超えたらしくて、で、最近入ったコミッターの方に、ご紹介いただければと思います。はい、サミュエルさんお願いします。マイクありますか？Konnichiwa. My name is Samuel. I've been programming in Ruby for over 10 years, and this is my first time at a conference like this. Ruby is a language which I feel we can really love, because it is a language we can enjoy to write and be happy writing. It is not just about a job, but it is about expressing our ideas. 本当にどうもありがとうございます。Ruby 会楽しかった。皆さん頑張ってありがとう。はい、ありがとうございます。では、こんな感じで進め、バタバタしてますけど、適当にやりましょう。はい。じゃあ、ライトいいですか？スクリーンいいでしょうか？で、最初にちょっとですね、大事なお知らせなんですけれども、しまった。RubyGems の話を柴田さんにしてもらっていいですか？で、ごめん、スライド忘れちゃった。はい。大事なことなので、連日のご連絡なんですけれども、通風設定した方、挙手していただけますか？ Please raise up your hand. ちょっと壇上の人たち。はい。そう。RubyGems の 2FA 設定をした方、もしくはパスワードを強いのに変えたぞとか、ちゃんと設定した方は、壇上でも設定してない人が。隣の人はありがとうございます。何度も言うんですけれども、これは皆さん自身がしないと、そのプラットフォーム側で何とかできるというものではなくて、そのアタッカーが、俺は柴田だっていう風に言って、なんか僕の情報で侵入した場合はもう何もできないんですよね。もう柴田さんと信じるしかないんで。なので、皆さん自身の方でパスワードを強いものにするとか、マルチファクターオースの設定をするとか、引き続きご協力のほどよろしくお願いします。はい。じゃあこのセッションですね。聞かなくていいんで、その話をぜひ設定していただければと思います。次ですね。スクリーン使わせてもらっていいですか？また他のですね、大事なお話なんですけれども、はい。クックパッドですね。今、消えないか。いいか。これ宣伝なんですけど、クックパッドでパズル、楽しんでくれた方どれくらいいらっしゃいますか？ありがとうございます。はい。主に遠藤さんが難しい問題を考えたパズルなんですけれども、解説をですね、今日の、午後のブレイクでやらせていただこうと思ったんですけど、ブースでやろうと思ったんですけど、ちょっと3階のブースの場所が狭かったので、2階のレセプション、あれですね、ロビーですね、ロビーのところをお借りできることになったので、紙には、クックパッドのブースで解説するっていうふうに書いてるんですけれども、ロビーの2階のロビーで、発表、解説をするというふうに変わりましたので、ちょっとご連絡をさせていただきました。はい。なので、もし興味ある方はお越しください。はい、宣伝でした。というわけで、今日は何の話をするか。澤さんすいません、ちょっと一言それについて、コミッターの皆さん、壇上でクイズ解いてるの感じ悪いんで、ちょっとセッション中やめてもらっていいですか？
顔を観客に見せてください。はい。楽しいのわかるんですけどね。はい。修吾さん。はい。はい。で、今日何やるかという話なんですけど、質疑応答を先にちょっとやらせていただければなと思ってて、会場からですね、たくさん、質問、事前にですね、受け付けられてきたので、6件ぐらい、たくさんあったので、はい。その中からですね、ちょっと選んで、ちゃちゃっと質疑応答を済ませたいというふうに思っております。はい。最初。はい。じゃじゃん。はい。Ruby が以前より非互換に対して慎重になっていると思いますが、個人的にはどんどん攻めてほしいと思います。まあ、この辺は人それぞれだと思うんですけども、Ruby が保守的になっていくことにどのように思っていますか？保守的になって嬉しいという人、今の保守的な体制が良いと思う人、手を挙げて。今の松本さんの方針がいいと思う人。もっと攻めた方がいいと思う人。もっと保守的になってほしい人。もっと、もう変えるな。なんか意見ある人。マイクはどこにありますか？はい。各列ある。はい。なんか、宇佐さんがそもそも我々も聞いていいんですけど、はい、皆さんにも聞いた方がいいかなって。なるほどね。じゃあ、どうしようかな。選択肢は3つですね。今がいい、もっと攻めてほしい、もっと保守的になってほしいですね。はい、今がいい、客席の方で、今ぐらいがちょうどいいんじゃないの？はい。もっと攻めてほしい。自分の足を打ってますね。次。もっと保守的に、あんまり変えないでほしいというのは、どれくらいいらっしゃいますか？すごいですね。なんか、富士通の小崎さんとかどう思います？この辺。いや、ちょっとこの半々っていうのすごい面白いですね。なんか硬そうな会社の人に聞いてみたんだけど。いや、そんななんていうか、メンテナンスバージョンのサポート期間伸ばせば、コンパチビリティ気にする人はそっちを使いでするんで、なるほどね。どんどんアグレッシブにいっていいと僕は思ってます。はい、安定版のメンテナーなんですけど、いや、なんだっけ、広報互換性ですか。だから、昔書いたスクリプトが動く分には別に、あとは新しい方は、それさえ維持すれば何をしてもいいので、好きなだけ変えればいいんじゃないですかね。古いコードも動くけど、新しい分法はたくさん入れればいい。で、古いコードを壊したい人たちは、死ねばって思うんで、何考えてるの？どんなに新しいコード書きたいなら、他の言語を使えよみたいな気分になるんですけど。違うの？何？投票は信じるなって、おじいちゃんが言ってたので。キーワード引数の話は広報互換性を壊してでも、なんかいい感じにしようっていうのを今議論してますね。しょうがないですよね。そこはしょうがないですね。いくつかのものはしょうがないと思ってますね。それでもダメージが少なくなるような方向で工夫するとは思ってます。2つぐらいのバージョンで共通に使える書き方があるなら別にいいんじゃないですか。2つっていうのは、2.6、2.7 とか。ここ、母集団を考えるとですね、わざわざ福岡まで Ruby のことを勉強しに来る人はですね、だいぶアグレッシブなんですよね。ので、ここを信じて、じゃあ半分いいからいいかみたいなことを言うとですね、きっとね、大炎上すんだよ。で、その責任取るの僕だからね。はい、どうぞ。I think the audience would vote differently if they realize that if we are more aggressive, it's going to take them days and days to migrate their app or whatever they're doing, right? So it's always a trade-off. Like we want to have new things, we want to make things cleaner, but how much work does it impose on users? Like, of course, it's always fun to have something new, but it's much less fun when you have to migrate your code. And I think Matt's position right now makes a lot of sense. Like, we don't want to break things if it's too much of a cost. Like, we want to make it if it's really worth it.
あと念のため言っとくけど、互換性って言ってるけど、どんどん新しい機能入れてっからね。他いいですかね。なんか言いたいことがある人、このトピックで。そうですね。大事な。昨日、互換性は大事だよっていう話をしたものなんですけど、まあ、僕もどっちかというと、本当は過激派で、ぶっ壊してもいいんじゃないのって思っているんですけども、一個、キーワード引数の話で、互換性のために一個諦めたっていうのがあるじゃないですか。で、まあ、賢明な判断だと思うんですけれども、ただ、本当は壊した方が綺麗な仕様だよねっていう点は、まあ、皆さん多分同意されてるんですよね。で、3.0 は一旦それでいくと。で、その次またなんか、それを壊すっていうつもりはあるのかなっていうのを遠藤さんに聞いてみたい。遠藤さんかマッツかどちらか。まずは、そうですね。まあ、既成事実化を図っていければ、と思っていますけれども、まあ、すぐ壊すのは難しいのは、まあ、そうなんだろうなと思っています。4.0 で。もう一回。まあ、時間かけたらなんとかなるかもしれないよね。まあ、正直、1.8 時代のコードを動かしてる人とか、いないと思うので、まあ、そういう意味で言うと、例えば10年単位とか時間かけたら、まあ、古いの壊してもいいかっていうのはあるかもしれないね。1.9 出たのっていつでしたっけ？ 1.9.1 が2009年 ?2008 年 1.9.1 がゆぐいさんに聞けばわかる。いつだったっけ？いつぐらいだっけ？よくは覚えてませんけど、2008とか2009とかその辺ですね。だから 1.8 の次が出てから10年経った。1.8 使ってる方どれくらいいらっしゃいますか？まだちらほらという感じ。ありがとうございます。それは例えばブレードとか、こういうアグレッシブな中でちらほらいらっしゃるということが分かったということで。はい。あげた方がいいっすよ。そうですね。VM とか入ってるんでね。はい。あげた方がいいと思います。はい。じゃあ次の質問に行きたいと思います。次。はい。Ruby と C 以外で、使いたい言語、使ってる言語、好きな言語？使ってる言語。これね、どう聞くのがいいですかね。なんかみんなが、言い出すとこれ時間なくなっちゃうんで、なんか松本さんに代表して聞きましょうか。僕最近あんまプログラムしてなくてさ、プログラムしてるの Ruby と C だけだね。勉強してる言語はいっぱいあるけど、実際にコードは書かないから。最近勉強した言語は最近だとエリクサーとクロージャーかな。あんまり最近じゃないけど。Emacs もね、だいぶ長いこといじってないね。僕自分のメールリーダー Emacs で書いてるんですけど、で、それは最近安定して動いてるんで、全然メンテしなくていいんで。はい。なんか、修吾さんからですね、使ってるテキストエディターは何ですかという質問が来て、寄せていただいたんですけれども、ちょっと、まあ、いつも通りの質問だったので、それは省略してましたので、なんか、ブースの方でね、どなたかのスポンサーの方が投票してたと思うんで、そちらでご覧いただければと思います。はい。これ、質問を、6件の中から3件ピックアップしたんですけど、その最後の質問ですね。はい。この辺の分野やライブラリで担当メンテナーが嬉しいというみたいなのがありますでしょうか。この辺はまあ松本さんというよりは、頑張ってメンテナンスされている柴田さんとかが詳しそうな気もしますが、柴田さんどうですか。まあ、いろいろあるんですけど、まあ、難しいですよね。メンテナンスいないくて放置状態のライブラリはありますけど、それメンテナーつけたいかっていうと僕は別にいいんじゃないって思うんで使ってない人が使ってないからメンテナンスされてないっていうふうに僕は思ってるんで、まあそういうのはなんかそっとしておいて、あまりなんかみんなの時間を使わないで生産的な方に投入した方がいいなって思っているっていうのと、あとまあ率直に足りてないなって思うのは Windows 対応みたいな部分はやっぱりなんか全体的に多分母数が
母数というか、そのメンテナンスするという意味での母数はあんまり足りてないなと思う面があって、例えばドライブレターが、今日も RubyGems の方に報告が来てたんですけど、C、コロン N みたいなパスを入れると動かないみたいな話とかがあって、まあそうだねっていうふうな気持ちがあるんで、まあ例えばその、ジェムを開発するとか、ジェムをビルドするとか、まあジェムをプッシュするとか、そういうそのデベロッパーとして Windows を使っていくみたいな部分で、もし Windows がメインの開発機の人とかは、まあ積極的にこう、例えば Rails を動かしてみるとか、まあよく Ruby 影出てきたようなライブラリを動かしてみようと思ったらドライブレターが動かないとか、なんかのメソッドが動かないみたいなのをどんどん見つけて直してもらえると、まあよりこう Ruby が発展する可能性が高まるんじゃないかなって思います。ちょっと僕、メンテされなくなってるなと思ってる機能があるんで言っておくんですけど、エリック・ウォングという人がいてですね、ノーマルパーソンさんって言うんですけど、じゃあ逆だった。まあいいや。その人、僕が去年 MJIT の開発してて、彼と一緒にこう作業してることが多かったんですね。で、まあ結構、彼が、去年、タイマースレッドっていうのが消えたんですよ。Ruby 2.6 から。で、それを彼がやったんで、まあ結構、壊れてるかもしれないんですよね。で、Ruby 2.6 が。で、かつ、僕の場合だと MJIT って、GVL を取得してないんで、GVL 周りで壊れてると、まあ、僕の MJIT もまあ壊れてるんですね。で、まあ、で、なぜ困ってるかというと、なんか、僕が壊れてるなと思ったやつを彼にこうチケットアサインしたら、ちょっと今年はもうやらないかなみたいなメールを僕に個人的に送ってきて、彼はもうあまりメンテしない可能性がちょっとリスクがあるので、GVL とか興味がある人がいたら、もうぜひこう手を挙げていただけると、一応なんかこう、エリックのチケットは全部もう笹さんにリアサインしてるんですけど、それはもう無理っていうかオーバーフローしかねないんで、まあちょっと他の人が出てきてくれると嬉しいなと思っています。って感じです。はい、補足しますと GVL、コンカレントとかその辺の話ですね、コアのスレッド制御の話とかをガバッと彼が変えたけれども、いなくなってこれどうしようっていう状態なので、明日中田さんと一緒に、そのコードの解析をしようって話をしています。はい、先にコードのメンテナンスはさておき、ドキュメントもちょっと欲しいっていうのはたまにありますよね。昨日もコード懇親会で CSV ライブラリに3人の方がドキュメントを寄贈してくださったんですが。ドキュメントが欲しいって話ね、今のは。はい。ドキュメントの、コントリビューションをいつも、受け付けてまして、で、日本語のやつも同じように、どちらも、コントリビューションは、貢献は非常にウェルカムなので、ぜひお願いできればと。すみません、須藤さん、はい。いいですか、そろそろ。すみません、遅くなりまして。最新情報ちょっと見てないんですけど、ちょっと前になんか JSON のライブラリーが、なんか誰か、メンテナンスしてる人が反応があまりないみたいな話があった気がするので、それがまだ解決してないなら、そこら辺がいると、JSON 多分皆さんよく使うと思うんで、いいんじゃないかなって思い出しました。最新情報を知ってる人がいたらちょっと今教えてほしいくらいですけど。成瀬さんとか知ってる？まあ、いくつかメンテナンスに問題があるライブラリで、かつ、使われているものだと、デートライブラリと JSON ライブラリがあるんですけど、デートに関してまず、JSON の話で、現状はどうでしょうか？ JSON に関しては、メンテナが、オリジナルの作者がいるんですけど、オリジナルの作者と、が、なんか忙しいのがあんまり反応がないので、まあ、長期的なメンテナンスに問題があるのではどうしようかなという議論をしていて。なんか、すでに十分な機能で、あとは何とかメンテナンスすればいいのか、それとも、まあ、いろいろ足りないからガバッと変えた方がいいのか、どっち基本的には、機能は与えていると考えているのと、あと、リポジトリのコミット権限も、自分のプッシュ権限もあるので、何かしら緊急対応が必要な場合があったとしても、一応対応は可能だと考えています。はい、ありがとうございます。じゃあ次デートの話。はい。で、デートの話は、デートに関しては、長期的には、デートのライブラリを削除して、タイム側に寄せていくということを考えています。これに関しては、若干松本さんともうちょっと議論しないといけないんだけど。
という方向で長期的には考えていて、今デートライブラリにある機能、例えばタイムドットパースっていう、あれ本体はデートライブラリにあるんですけれど、そういうのを、徐々にタイム側に再実装していこうというのを進めています。今議論していいよ。今、松本さんがそういう方向でっていうことで。いや、いい、僕は賛成ですね。デートとタイム使い分け結構しんどい。そう、だから。どこの言語でもあるんだよね。Python でもいっぱいあるし。はい。Java もなんか、オーバーホールしてましたね。ので、やっぱ、時間は鬼門なので。なので、タイムドットパースを、中田さんがやってるんでしたっけ？いや、個人的に言うと、タイムドットパースというか、それの元になっているデートドットパース自体は廃止したいと思ってて、あれすごい曖昧なパースをするので、すごいヒューリスティックな感じだよね。待って、それって、パース機能そのものをなくすって意味じゃなくて、実装ってことだよね。実装というか、仕様だと思うんだけど、ぼんやり、パースっていう機能は提供したいけど、ああいう感じのぼんやりとしたやり方はあんまり良くないんじゃないかっていう意味だよね。でもあれみんな欲しくない？欲しいと思う。だけど、だからどこまで何を受け付けるかっていうことについてもうちょっと真剣に考えないといけないっていうことを意味してる。タイムドット ISO8951 あってる。とか、特定のフォーマットでフォーマット、をパースするってやつあるんですよ。だけど、なんか皆さんなんか、とりあえずタイムドットパースで、わっとパースするので、ね。いや、心ある皆様は、だけど、タイムドットパース123とかっていうのが、エラーにならなくなったとかいう。ありましたね。来てて、これが何を意味するかって分かる人、すぐ分かる人っていうのはいますかね。123という文字列が、タイムもしくはデートとしてパースしたときに何が期待されるか。これは年が省略されていて、今年の、現在の時点での123日目の日付っていう。突然のルビーパズル。当たった。非常にヒューリスティックなことを繰り返していて、絶対どっかで引っかかるんですよ。そうだよね。なのでちょっとあれはやりすぎ感がすごいので、ちょっとやめてほしいと思います。その話は、それがそうなっちゃったのは、Ruby2.6.1 からで、それまではエラーになってたのにっていう文句が来たわけですよね。いや、でもね、それ、デートパースの方は昔から123日目だった。ああ。それを、もう話終わった？あれは、まあ、人類が時間に対する把握の仕方、時間表現に対する把握の仕方が妙に曖昧なのを反映してるんで、しょうがないっちゃしょうがないんだけど。あとは、なんか、年が省略されている場合に何年とみなすかみたいのを指定する方法がないとか、省略されたことをそもそも知る術がないとか、いろいろ問題がありますね。5月3日とか書いたら、その年のになるんだけど、もともと年が文字列の中に入ってたのかどうかをパース結果から知ることはできないので。一応タイムパースはですね、ブロックを取ってですね、与えられた、年が与えられて、なんか変換するっていうブロックが与えられるんですよ。まあ知らないかもしれませんけど。それから、知らんかったわ。それから、それから一応まあ現在時刻も与えられるんで、まあちゃんとマニュアルに書いてあるんですが、まあ、マニュアル、そうね。ないって言われるけど、書いてあっても読められないってもあるよね。で、あとさらにデートタイムっていうのもありますよね。デートタイムはどう扱うんでしょう？デートタイムを一緒に、デートと一緒に削除してしまって、だけど、Rails ではまあデートタイムっていうのを定義して、拡張して使っているらしいので、まあ、アクティブレコードさんは改めて再実装していただくといいんじゃないですかね。タイムが今リッチになって機能が足りるはずなので、まあ、デートタイム、足りない機能があったらこちらで実装してもいいんですが、基本的には
全部まるっと作り直すのが良いのではないかと思っています。賛成です。アクティブサポートで頑張れは賛成です。でいや、デートタイムはもう 1.8 の時代には必要だったけれども、1.9 以降では、機能的にはタイムで代替できるはずなので、2.6 から特にそうですね。まあ、いろいろとちょっと拡張したので。2.6 の機能が入ったから、多分アクティブサポートのあれ、いらなくなる。2.6 でどんな機能が入ったかは、今日の中田さんの発表で。そうですね。今日の中田さんの。特にタイムゾーンライブラリの関係者の方がいらしたら、ぜひ聞いていただきたい。タイムゾーンとか TZ インフォに詳しい方はいらっしゃいますか？お客様の中で。レアキャラすぎる。いなさそう。いや、時間はな。残念だな。あ、いた。いた。おお。タイムゾーン。So times with zones are really tricky, especially when you have databases with multiple countries タイム involved. ベースはとても難しいです。特にデータベースと絡んだときには。In Ruby, previous versions, the only way to manipulate time zone reliably was to use the TZ environment variable. 聞こえなかった。And in the end, I gave up and made a gem to do time zone computations. But I'm happy to see the new features. 聞こえなかった。耳が。TZ 変数を使うしかないとか、いろいろとそういう話じゃないかな。マイク使いましょうよ。もういい？やった？終わり？僕の役もだいぶいい加減だからやめとこう。次行こう。はい、じゃあ、エロゴン、どうぞ。Okay, quickly. Actually, Truffle Ruby and Ruby already have a time zone library, so maybe it's something we could make part of Ruby core so that it's more transparent and integrated. At least or step-wise, we use yeah. the time zone gem. I guess Nobu knows better anyway. And I guess one thing we need to discuss, but not now, is for date and time, it's actually different chronology. So they really don't map like in old age, like before year 1000 and so on. They are very different because date is precise, but time is not, and on the other one is faster. So that's going to be hard to unify if people are doing, I don't know, astronomical dates and stuff. トラフル Ruby とかでは、デートタイプの機能があるので、コア Ruby の方に、仕様を持ってくるっていうことができると思いますというようなことを言ってたような気がします。はい、じゃあ、こんなもんで、いつもこんな感じで、なんかいろんな意見がわーっと出てきてまとまんないっていうのがよくあるケースなんですけど、非常に大事な問題なので多分繰り返しこんな感じで議論を続けていくんじゃないかと思います。で、元々の質問に戻ると、いろいろ足りてないことが分かったと思うんで、ぜひ、我こそはという人はですね、手を挙げていただければと思います。澤さん、それで言うと、これ、多分前とちょっと文脈変わってるのが、最近いろんなジェム、いろんなスタンダードライブラリをジェムとして切り出していて、だから Ruby コアのコミット権がなくても、バグズとかの SVN とかのアカウントを持っていなくても、皆さん気軽にコミットができますというのが現状としてあるので、GitHub のアカウントをお持ちだったらどなたでも、最近柴田さんいろいろなんかやってくれていて、ですよね、なんだろう。ちょっとどれっていうのが言えないんですけど、いろいろ RubyGems の、github.com/Ruby にいろいろリポジトリが落ちているので、もうコントリビュートし放題なので、ぜひウォッチしてみてください。C が分かんなくても Ruby のライブラリたくさんあるんで。そうですね。例えばロガーとか CSV とか、須藤さんとか園津さんとかがハンドリングしながら、皆さんのコミットとかをバンバン取り込んで速くなったり、安定したりとかみたいなできるんで、Ruby が書ければ、Ruby 本体も変えることができる。部分的にですけど、みたいな感じでやっていくといいのかなと思います。さっきのユムイさんの話にあったコード懇親会で CSV をっていうのは、その今の話ですね。で、須藤さんとかね、OSS ゲートとか、どうぞ宣伝してください。この流れでいいですなんか今までやったことない人でも、やれば
いいだけなので、どうやればいいかをこうフォローするっていう OSS ゲートっていう取り組みやってるので、興味ある人は私に声をかけてね。どう？はい、ありがとうございます。あ、どうぞ。実際にそのロガンをGitHub 上に切り出してもらって、こう実際にコントリビューションも増えて、サミュレートとかも送ってくれたりしていて、まあ実際にこう、なんかみんな気軽にこう、コミット、パッチを送ってくれるようになったなっていう実感があって、まあ実際に多分皆さんもやりやすいし、で、自分もサブバージョン使わずに済んだりとかするんで、で、GitHub 上でマージボタンを押せるんで、すごく助かってます。ありがとうございます。ちなみにですね、これ言いたいことがあるんですけど、Ruby 本体にコミットするときも、皆さんは GitHub だけを使ってコントリビューできるんで、僕らがちょっとハードなワークをしてるだけで、こう SVN は皆さんは触らなくても、本体にもコントリビューできるんで、そこはお間違いなくという感じですね。国分さん、ついでに。アナウンスというか、多分この会期中に、Ruby 本体の SVN リポジトリが Git にどうにかできそうなんで、GitHub じゃなくて Git ですね。GitHub じゃなくて Git。はい、GitHub にはならないんですけど、最初は、SVN から、CGit っていうなんかオープンソースのなんかになるんですけど、いつかは GitHub にもできるかもしれないし、ならないかもしれないんですが、元々の理由は、エリック・ウォングっていう人が GitHub がちょっとやめてくれみたいな感じだったんで、っていう、こう政治的な理由なんですけど、とりあえず、皆さんが少なくとも SVN を去ることは一生なくなると思います。以上です。はい、このようにですね、楽しい仲間が頑張ってくれているので、はい。頑張りましょう。じゃあ、次ですね。時間があと30分ぐらいあるんで、開発者会議やろうと思います。はい。はい、開発者会議やります。はい。ですね、まず、次回の日程の確認なんですけれども、5月22日に、ピクシブで、お願いいたします。13時からですね。はい。13時から。はい。松本さんリモートですかね。はい。松本さんリモートで。はい。で、今日はですね、まず松本さんからなんか新機能の提案があるということで、マイクをお願いします。そうですね。せっかくの、公開開発者会議なので新しいネタぶっ込もうと思ってですね、2つぐらい持ってきたんですけど、1つはですね、これですね。ですね、レンジとかあるじゃないですか。で、レンジで each とか呼びたいときにですね、やっぱカッコで含んないといけないんですよ。優先順位の関係があって。ドットの優先順位が非常に高いので、やっぱカッコで含んないといけないんですよ。あんま美しくないので、でね、ドットドットって書いといて、ドットって書くんだけど、カッコいったって言って元に戻ってカッコつけるって非常になんか人間的じゃないなというふうに思うので、で、そこでその何かの記号を使って、ドットと同じなんだけど、優先順位が低い。オペレーターがあるといいんじゃないかなというふうに思ったんですね。で、何かっていうと、その下見てみるんですけど、要するにエリクサーのパイプラインがあったらいいんじゃないのっていうネタですね。ハスキーの人はダラを、この話をしたらですね、なんか3人話したんですけど、3人が3人とも、ハスキーのダラねって言ったので、ハスキーのダラでは、とは違いますが、似たような話ですね、という話ですね。ダラもダラなんですけど、Ruby の場合、ダラつけるとですね、ここでダラスペースeachって書いてあるところのスペースを削ってしまうと、なんかグローバル数になってしまうので、ちょっとまずい感じがするので、ちょっとエリクサーのやつの方がまだ衝突が少なくていいかなっていうふうに思ってます。で、こういう絵があるとですね、本当にエリクサーっぽいパイプラインが、これ each do って書いてあるんで、あんまそうでもないんだけど、エリクサーみたいに each マップして、なんとかして、かんとかしてっていうのをパイプラインでつなぐのができるですね。で、エリクサの場合ですと、関数呼び出しの第一引数に、左側の式を入れるっていう動きをするんですが、今書いてくれてるけど、これがエリクサの場合だと、ファンク1カッコの、x の、そんな感じで、こういう風になるんですけれども、Ruby の場合はですね、もともとレシーバーっていうのが見えない第一引数としてあるので、
まあ、こう、無理を言えば、だいぶ強弁すると、こう、セマンティクス的には同じと。で、ここを書くと Ruby の場合は、で、はい、そうですね。はい。そうすると、x ドット、そうか。ならない。それが違う言語になってる。メソッド2の2と。メソッド1ですね、そっちね。前の方。そうか。はい。11になったし。で、こういう風になるっていう風な、のはどうだろうかって思って、どうだろうか。これ今シンタックスエラーなんで、後方互換性について何も心配する人がない。非常に嬉しい。保守的な Ruby。大丈夫。という松本さんからの提案が今ありましたが、ご意見のある。なんかメソッド2がメソッド1の、戻り値のオブジェクトのメソッドなんだというのがなんかいまいちドットに比べて表現あんまりされてないなというのが気になりました。そうでもない？慣れの問題？なるほど。これだいぶ慣れだと思うんですけど、エリクサの人たちがですね、パイプラインっていう名前を付けながらですね、実際全然パイプラインじゃないっていうのをですね、目撃してる身としてはですね、なんとかなんじゃねっていうふうな見積もりはありますね。あと、どうせだったらこれ一緒に右台にも欲しいですね。右台に欲しい。僕もね、なんかキー記号ない。右代入っていうのはこういうふうに書いていった場合、最後に変数に代入したいとするじゃないですか。その場合、一番左に戻って、例えば、x イコールとか書くのね。x イコールとか書かないといけないんですけど、もう、代入側も右側に書きたいっていうアイディアで、こんな感じですね。多分これダメです。これは、ダメなんだけど。やりたいことはこんな感じです。全角の矢印とか。もうね。成瀬さんと似たようなところで、こっちの方、右代入の方は、もっと重要。個人的には、この右代入の方がもっと重要多いんじゃないかって。右代入も欲しいですね。そう、言ってなかったけど。レンジの例はわかりやすいけど、それ以外そんなに多くないかもしれません。個人的な話ですけど。なんか遊び始めてますけど、答え一歩一歩で。いや、ユニコード時代のプログラミング言語としてはですね、絵文字の予約語とかですね、勘弁してくれてる。で、あってもいいような、なんかホットドッグが出てるぞ。ユニコードの文字全部ローカル変数にしちゃったの失敗ですよね。そう。ね。あれ、今からでもいくつかコンスタントになるじゃない。絵文字セクションを外すっていうのはあるかもしれないね。記号系とか、だから。あれだ、全角スペースとか。記号とかね。文字じゃない。スペースと記号、数学記号とかは。そう、エリア分かれてるんで、やればできる。やればできる。そういうなんか今、フィーチャーとかバックは実はあるんですよ。これユニコードスペースも含めて全部を変数名に使えるっていうのをちょっとやめましょうっていうような、バックはあります。そうですね。対応した方がいいかもしれませんね。絵文字の中でなんか変数とか何かスとかに使いたい絵文字もなんかないと言えないかもしれませんけどね。記号をそこは微妙です。記号と空白は外そうか。とりあえず。記号とかって実は結構範囲でかいですよ。ユニコードの記号って概念は結構広い概念。それは。セクション絞る。今バリッド。はい、バリッドです。寿司.new。これってメソッドが演算子の場合はどうなるんですか？何が演算子？メソッドが演算子プラス1とか、あるいは単項演算子の場合はどうなるんですか？プラスカッコとかするんですよ。それはね、できないでいいじゃない？とりあえず。今はドットプラスとかできるから、これでもできるけど、これは本当にいるって言われたときにやればいいんじゃないのかな。今、記号を探してるでいいですか？今の議論は記号を探してる。今僕は
頭の中で考えてるのは右第二の記号だけど。なんかこの壇上で結構右大臣の話多いですよね。なんか何年か。右第二昔から欲しい。右第二の方が欲しいって言いましたね。気持ちはわかる。で、はい。パイプ大なりはもうパイプ大なりでいいじゃん、行こうぜっていう気持ちなんですか？何は？パイプ大なり。はい。今のこの、エリクサーの演算子はそのまま持ってきますか？あ、パイプ？うん、パイプ大なりはパイプ大なりであったらいいと思うけど。なんか、じゃあ、せっかくたくさん人がいるので、ちょっと。これは何これはなんか違ういいアイディアがある人は、そこにマイクあるんで、壇上じゃないな、階段のところにマイクあるんで、もし、これいいんじゃないっていう人がいたら、マイクの方行って、ご発言ください。でもいないからいいかな。これは使えない。やめて。パイプラインのその演算、その記号を代入にしちゃえばいいんじゃないですか。イコイコ大なりとかでいいんじゃない？右大に。イコイコ大なりはいけるよね。右大入がこっち？そうそう。にしちゃえばいいんじゃないですか。空いてるなら。まあこっちを変えなきゃいけないけどね。で、それをまた、なんかそのパイプラインって言ってるやつに使うのをまた違う記号を考えて。さっきちらっと言ってたんだけど、メソッドを呼び、セレクターに、レシーバーに受け取るものにセレクター、メソッド名を投げてるので、これどうかなと思ったんだけど。これはメッセージを投げたっていう意味この記号まで y イコールにするとかどう？最後に y イコール。分業の。なぜさん、自分で編集できないこれ。イコールコロンってあるんでしたっけ？イコールコロンはない。イコールコロンはまだない。イコールコロンないけど、くっつけるとシンボルになっちゃう。さっき須藤さんが言ってたのは僕もなるほどなんですけど、今、むしろ右大入の方が欲しいって松本さん言ってたんで、むしろ欲しいんだったらこのなんかエリクサーっぽいやつを右大入にすればいい。右大入に使う。ただエリクサーの挙動と同じ記号で違う内容みたいな。エリクサーはどのくらい今使われてるんですか？何を？エリクサーはこのパイプの今のその松本さんがこれいいんじゃないかっていうふうに使った記号はどのくらい有名っていうか知名度？エリクサーといえばこれぐらいに使われてますね。そうなんですか。エリクサーはまだ生きてるんですよね。なんかまだあんまり死んだって話は聞かないですね。ちょっとエリクサー生きてますよ。じゃあまずエリクサーを潰して。エリクサーいるデッド。このね、エリクサーのね、本のね、表紙にもこれ使ってあるんですよ。いい本があってですね。これ。使っちゃって。これ。こんな感じで使ってるんで。こういう感じで使うので。あと日本語版も出てるんで買ってください。それはそうですね。役者がいいので。なんかいろいろアイディア出てますね。アットマーク使うのここで。アットマークはやめよう。ね。この次に出てくるけどさ。アットマークの話はするな。アットマークはやめよう。いやだからさ。アットマークだけはやめよう。まあ大なりにするとどうですかね。まあ今2つ例が上がってるけど、どっちをどっちにするかと思う。パイプ大なりね。誰だ？ハイフンパイプに大なりとかイコールにハイフン大なりだと矢印っぽくないかな。ハイフン大なりは大事。ハイフンパイプにハイフン大なりはラムダだよね。ラムダですね。いや、ハイフン、その前にハイフンが入る。横縦ハイフン大なりはラムダの前に単行円座しマイナスがついたことにならない？いや、今意味がないからそれで一つにしちゃえばいいんだけど、優先順位高めて。今のこの議論って、2日前の松本さんのキーノートで、コロンコロンのようなメソッド呼び出しの記法は消そうぜって話をしてたのに対して、なんか新たな
ドットを導入しようとしているような気がするんですけれども。一方では消そうぜって言っといて、一方では付け加えようぜっていう、この。つまりコロンコロンだ。コロンコロンだってメソッド呼び出しっていうよりも、定数のスコープが他がないから。いや、もちろんそうなんだけど、コロンコロンでメソッド呼び出すのはもう使われてないし、紛らわしいだけだから消そうぜって言ってた。でも、定数の方のやつと字面上区別がつかないから。いや、まあ、それを消す。つくよ。それの是非は。つくよ。括弧がついてるかどうかでつくよ。これスペースがあったら、メソッド呼び出しとかどう？括弧ないときは定数呼び出しになるから。定数参照になるから。怒られるやつ。これで引数なしの時って区別つかないじゃん、そしたら。引数ない時は必ず定数になるから大丈夫。大丈夫。いやいやいや、もうこれももう、あれですよ、定数じゃなく。コロンコロンコロン。じゃあ次行こうか。まあこういう話もあるってことで。はい。あんまりコロンがいっぱい並ぶとさ、集合体恐怖の人がね。ちょっと聞きたいことがあるんですけど、さっき、絵文字とか、ローカル変数じゃなくすっていう案があったじゃないですか。定数、大文字で始まるのが定数っていうのは、ASCII 以外も定数になるようにしたじゃないですか。その影響を受けた人いるのかなって。大文字？大文字、ASCII 以外のユニコードの大文字も定数に変わったじゃないですか。なりましたね、はい。それの影響を受けた人いるのかなって聞いてみたいなと思ったんですけど。それの影響オーディエンスに聞いてみたいってことですね。非互換の影響。会場に聞いてみたい。はいはいはい。ローカル変数のつもりだったけど、最初の文字が大文字だったばっかりに定数になっちゃったよ。どうしてくれるっていうのがあったらどうか。困ったことある人。話ですよね。ない。はい。こういう話ですね。パイが大文字のギリシャ記号の大文字だったらコンスタントで、スモールレターだったら。これ Ruby2.6 からですね。ですね。はい。こういうこれ見てもどっちが大文字かパッとわからないって話ありますけどね。影響を受けたか、すでにこういうユニコードでの大文字になるものをローカル変数で使ってるけど、まだバージョン上げてないから大丈夫とか、そういう人はいるのかな。僕は次のトリックのネタで使おうと思ってたの潰されたんですけど、これで。定数のように見えて定数じゃないとかいろいろ遊ぼうとしてたんですけど、殺されましたね、これで。だんだんグダグダしてきて。個人的な意見なんですけど、まずこういうのは、一部のところで、教育とかそういう場とかはたまに便利かもしれませんけど、まだまだちょっと本格的に使うのは、限界があるかなってところで、で、あとは、これは、今結構いっぱいデータが実際にRuby に入っているので、だけど昔はあんまり気にしないからどうでもいいっていう、おそらく方針だったんですね。例えば、ASCII 以外のは全部変数に使えるとか。あともう一つは、昔は、もっといろんな文字コードを対応にしたんですね。今でももちろん Ruby それでできますけど、最近は、昔もそういう方向性見えてたんですけど、最近は、とりあえず UTF-8 中心にみんな、移行してくるんですね。そうすると、その UTF-8 のところに、しっかりどういうふうにするかっていうのは、考えることができますね。でもできれば、大文字は大文字で、小文字は小文字で、数字を通した方が将来的にはいいんじゃないかと思います。はい。最初の話からだいぶずれてきたんですけれども、じゃあ最初にちょっと松本さんに最後に戻して、元々のやつは継続審議だと思うんだけど、この議論を経てどうですか？
はい。この新しい呼び出しと、右代入については、引き続き、前向きな方向で検討していきたいと、ただ記号があんまり残ってないというところで、言ったは言ったと。僕の脳内だけだったのをちゃんと言ったので、皆さん聞きましたね。Ruby。3.0ターゲットですね。3.0 に入れたいですか？ 3.0 なら入るかもしれないね。2.7 はやめといた方がいいんじゃないかな。なんかいい記号があればってことですかね。こういうのはぜひ、フィーチャーとしてバックトラックに入れた方がはい、いいと思います。はい。でも入れるなら早めに入れといた方が、予約できない。フィーチャーを上げるってこと？じゃあ、たまにはお松日記とかに家帰ってネット接続がマシになったら入れる。レクチャーが。たまには松日記とかに書いてみるってのはどうですか？なんだろうそれ。なんか聞いたことあるな。松日記の Ruby のバージョンが今 1.8 だって話がさっきあったんですけど。上げた方がいいと思いますよ。ちょっとやめた方がいいと思うよね。そう、松日記誰もメンテしないんだよね。ただ動き続けてるだけっていう。本当誰も。これね。2014年とか言っていい？これバージョン書いてあるの下。一番下ですね。ない。消してんじゃん。隠してる。証拠隠滅はい。ちょうど5年ぶりぐらい。2014年が最後。ずいぶん書いてないなと思ったら。新しい言語ってまたなんかネタで作ってたりするんですか？いや、もう今はストリームさえ手もつけてない感じなので、やりたいですね。はい、じゃあ次の話ですね。これもまた記号で盛り上がる話なんですが、なんだこれ誰かが選択状は態。い。どこまで行けばいいんだ？そうだ。はい、ナンバードパラメーターの話をしようと思うんですけど、資料何もないんで、先に、適当にご紹介しますと、なんかこれまで、すでにですね、たくさんチケットで盛り上がってるんですけれども、イテレーターの、ブロックの引数ですね、1 times do、普通はこう書いて、p の i エンドみたいに書きますけど、あれこれを同じように、こう、アットマーク1で書けるようにしようという機能が提案されていて、すでにトランクには入っているですね。はい、実はこれはこうではなくてこうだって話を、初日にしましたね。はい。さて、これどうしましょうかねっていうのを、考えたいんですが、どう進めましょうか。松本さん、なんか現状、アットマーク1に対していろんな意見が出ていますが、例えば読みづらいとか、アットマークってインスタンス変数にしか見えないよっていう意見とか、あと何があったっけ？それいいね。で、なんかいろいろ批判が来ているので、そうですね。いくつかあったんですけれども、Ruby 会議前日の開発者会議ではね、これ、非常にホットなトピックとして話題になりましたけど、いろいろまとめてもらった中で、寿司ですね。はい。で、いくつか出てたことを、じゃあ今ちょっと報告しておくと、まず最初に一番上にあったようにですね、現在だとアットマーク1っていうのは、その1カンマになるんですよ。つまり、配列が渡された時に分解するっていうことですよね。で、これは本当に適切な動きなのかどうかっていうのが1点。で、2点目が、このアットマーク記号は、インスタンス変数を非常に強く想起させるので、見にくいというのがありました。で、3点目が、そもそもですね、こういうその省略記号を使いたいっていうのは、その1要素の時だけなんじゃないかというふうなものがあって、で、そうすると、例えばですね、Groovy とかみたいに it っていうのが一つあれば、それでいいんじゃないかっていうふうなのも出てきました。で、大体、意見としてはそれぐらいなのかな。ので、
いくつかのものに関してはですね、まあ確かにその通りっていう感じではありますけれども、で、今なんか来た？気にしないでください。で、いくつかのものに関してはその通りで、ただ、まあ、醜いっていうのはですね、人間ってその恐ろしいものになれるので、で、まあ、しばらく経ったら慣れてしまって、まあまあ、そうだよ。まあ、醜くないとは言わないけど、アクセプタブルだよねって言わないとは限らないというふうに思っています。で、あれだよね、スタビーラムダって、矢印ラムダがあるじゃないですか。あれも最初めちゃくちゃこう反対されてですね。あれほぼ 100% 反対ですよね。ね、みんな 100% 反対してて、だからそれを押し切ったんですけど、まあ、あれから10年ぐらい経ちましたけど、まあなんか、結構みんな活用しているので、心の中では不満を持ってるかもしれないけど、少なくとも表だったら言わなくなったので、まあ人間は慣れるんだなというふうに、思いました。はい。まあそのことも含めてちょっと考えないといけないなというふうに思います。で、まあ大きな点としては、醜い1個でいいんじゃないか、アットマークでいいのかっていう、この3つですね。この3つについてそれぞれ、もうちょっと真剣に検討しようかなというふうに思います。で、私の心の中ではですね、9月ぐらいまでには結論を出して、なんか、いや、じゃあこれでいくんだとかですね、じゃあやっぱやめようとかですね、まあ、両極端な2つを含めてどっかの判断を9月までにして、で、それが 2.7 に反映されるんじゃないかなというふうに思ってます。はい、現状の腹としては、現状の一番ベストだと思ってる案は、現状の何としては？今、松本さんの中では何が一番良いと思っている？いや、何が一番良いかって言って、いや、正直わからんけど、これでいいんじゃないのって思うところがあるのも確か。今のトランクの中のものが、まあいいんじゃないのと思っている。なるほど。唯一変えるとすると、今1カンマになってるやつを1にするっていうのはあるかもしれないね。1カンマじゃなくてなんだっけ、パイプの中に1番のやつはカンマつけてるけど、1個しかないときにカンマ外すっていうのはありかもしれないなとは思ってはいます。はい。須藤さんが喋りたい。なんだ、アット1の代替案みたいなの今思いついたんですけど、言っていいですか？どうぞどうぞ。コロン1。コロン1。今、多分、シンタックスエラーになると思うんですよ。シンボルにならなくないですか？ならなくないですか？コロン1って大丈夫だよね？今はだからローカル変数として使えるものじゃないとクオートなしではコロンの後につけられないから、ローカル変数とかグローバルとか定数とかだから数字だったらば今のところ大丈夫。コロン 1？ ただ多分コロン1はあれですね、参考演算子とコンフリクトしますね。参考演算子と被りがちっていうのはありますよね。まあシンボルですに被ってるからそれ以上悪くなってないっていうのはあるけど。あと思ったのはパーセント1はできるかもしれないなと。どっちかっていうと、引数ってしたときにダメじゃない？未来のために、未来の弁法拡張のために残したくないですか？パーセントはあれ引数にしたときにモードとぶつかりませんか？限定的な状況では多分セーフなんだけど。もともとだからパーセントはリテラルストリングリテラルで使ってて、で1は使えないようになってるんだよ。なるほど。だからその辺の、曖昧性はもともとあるので許容可能かもしれない。どっちかっていうと、アットマークとかパーセントとかよりも、その1引数だけにするのかの方が、セマンティクス的には大事だと思っていて、アットマーク1、アットマーク2とかがたくさんあるプログラムは全然暗号的で読めないみたいな意見もあったと思うんですね。そっちどうですか？アット1ってみんなインスタンス変数だっていう誤解を招くぐらいにこいつは変数だと感覚で理解できるんだから誤解はせんやろと思わないでもないんですが。要するに何引数やってもいい？うん。あ、そう。なんか以前の提案ではアット0とかもあったんですよ。1個だけでいいと私は思ってるけど。僕も1個だけでいいと思うし、1とがいいです。何番だ？何がいいって？これね、8番。8番に1票。1とね、なんか R スペックの人たちがやっていそうな。I would like to kill R spec. なんか
アグレッシブに変えていけってみんな言ってたから、僕としてもそれは賛成しづらいな。 R スペック壊れていいんじゃないですか。明日から1は予約後です、使わないでくださいって。いや、僕は R スペック好きですよ。関さんが使ってるらしいです。It は。そうね。はい。なんか、これもね、結論が出ない話ですが、はい。さっき言ったような3つの考慮点があって、それぞれについて検討しますっていうことにしてください。はい。なんか遠藤さんはもう絶対全部やめろっていう話をしてますね。はい。僕は、バーを使って、その引数を明示的に受け取るのを、基本的にはやった方がいいと思ってます。それは豆さん、綺麗な豆さんのことであって、本当の豆さんの欲望は、本当の豆さんの方向性はファンクショナルプログラミングスタイルをもっと、僕は Ruby はファンクショナルプログラミングにはしない方が良いと思ってます。カリー入れといて。カリー入れて、あのカリーを入れたのは、カリーっていうのはよく誤用されがちな単語なので、正しい意味で先に入れておこうと思って入れておきました。予約したんだ。カリーという機能。カリーを使う人が多いので、ほっとくとそういう提案が来て採択されてしまうんじゃないかと思ったので、正しい意味のカリーを先に入れました。部分適用にならないように。たまに使ってる人が聞くんですけど、あれは使うものではないんですよ。なんだこれ。僕らもこれアクトを誤った意味で使わないように予約してる。よくわかんない。はい、縁も竹縄でございますが、いつもこんな感じですね、ぐだぐだと議論してますので、もし、Ruby の仕様とかにですね、興味ある方はですね、ぜひ、仲間に加わっていただければと思います。では、時間になりましたので、これで、本セッションは終わりにしたいと思います。はい、どうも1時間ありがとうございました。クックパッドプレゼンツの、Ruby Committers vs. The World でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。